江戸時代から秋月にはくず屋さんがあってですね、もう今10代目ぐらいになられるくず屋さんがあるんですけど、昔から秋月の名産品ですね。で、春と秋の多い日はこの鍋を10回以上使いますね。これちょっと道具を変えるんですけど、これがお手製のしゃもじなんですけど、これ自分で作ったんですかこれ？そうですね、このしゃもじはね作ってますね。ミスタービッグみたいな感じ。すごいですね。これは売ってないんですよ。いやこのドリルを使う。これは何も入らない。表面が仕上がります。そうですね。ちょっとツヤツヤしますね。はい。完成です。7年前に福岡に観光できて、その時春だったんですよ。で、桜見に行こうっていう時に福岡桜とかでやっぱりググるじゃないですか。で、秋月がトップに出てきたんで、じゃあ行ってみようって言って行ったのが理由で、そこで秋月に2人とも、一目惚れって言ったらちょっと大げさですけど、秋月の良さが気に入ってですね、で最初古民家を探したんですけど、古民家に住んじゃうと何もしなくなるんでお店を紹介してもらいました。で、前のオーナーの方はお子様がいらっしゃらなくて後継者がいないので、僕たちが
このお店を紹介していただいて事業継承した形なんで、桜並木にやっぱわーって心打たれた感じですね。でも夏は夏でホタルが飛んだりとかですね、冬は雪景色なんかもすごい綺麗です。この女の子はお店のキャラクターなんですけど、このキャラクターのデザイナーさんは北海道に住んでる方、はい、その方が作ったキャラクターですね。YouTube のチャンネルの中ではこの秋月美希ちゃんが朝倉を紹介したり秋月を紹介したりしてるんですけども、コロナでお店が閉業の時があって、はい、ちょっと時間ができたんで YouTube で見た VTuber さんってどんな活動してんだろうと思って自分でもできるのかなと思って試しにやってみたのが始まりですね。こちらもなんかVTuber ではないんですけど、はい、同じようなキャラクター持ってるお店とかですね、別府にある温泉宿さんとかなんですけど、はい、こちらもいろいろキャラクターされてて、それをきっかけで仲良くなってお互いいろいろなんか紹介し合ったりコラボしようっていう話が出てたりとかですねしてますね。よく見ると中に液晶モニターが入っているそうなんです。こんなテレビだけどネットフリックスとかにへー。建築士の方にお店のサイズを全部測ってもらってそれを再現したんですよ 3D で。クロモンチェアはやっぱ飲食店は飲食店なんですけど、はい、なんか自分の好きなものをやるプラットフォームみたいなイメージがあって、なんか食事もそうですけど NFT とかメタバースとか自分の好きなものをクロモンチェアを通して発表できる場所みたいな、それなんかギャップも面白いかなとは思ったりしますね。特にコロナの時思ったのが実際に自分では足を運べなくても、そのネットを通してメタバースだと疑似体験ができるんで、お店の中を見たりとかですね、そういうのを国内だけじゃなくて国外にも発信できるから、そういうところは面白いなと思いますね。はい。茶そばの温かいの上がります。ごぼうお願いします。はい、茶そば2つできました。お願いします。はい、ありがとうございます。
このぐらいね。はーい。いますと思いますよね。地元の名産川竹ですね。うちは川竹が上に入りまして。うどんとか全然聞こえなかったの。失礼します。はい、ありがとうございます。もともとはひとこちゃんは埼玉埼玉で僕の高校の後輩なんですよ。イギリスに行ってフランスで仕事をしてたらしいですよね。はい。クリームソーダです。すごい。蒸し雑煮ですよね。係到咗，我同你，呢個就係蒸雜煮。雜煮其實係日本嘅新年菜嚟嘅，咁就每一家都會食嘅。咁本土嚟講咧，你見到綠色嗰個部分咧，其實就係川肉。好犀利啊！你好習慣鏡頭，好犀利啊！多謝你幫手。唔好係，唔好係，因為我以前都做 presentation 嘅。開餐唔使解釋啦，頭先老闆娘解釋太清楚啦，真係好了解到成個節。呢個要即刻食。哦，好特別喎！睇下佢呢個晶瑩剔透嘅顏色同埋，佢加下啲醋落去，個口感好爽啊！我呢個飯入邊亦都有川肉。接下嚟我要試埋呢個蒸し雑煮。香港の生活のように、難しいですね。香港にはね、オフィスのワークがだいたい9時まで、夜は7時終わりまして、でもここは店は朝は8時から夜は8時までですよね。その時間が長いし、そしても忙しいの時はね、本当にご飯の時間がなし、でもオフィスのワークはね、ランチブレイクあるし、じゃあそれは本当に違いますよね。
どういう時が嬉しいですか？仕事をしていて。時々優しいのお客さんが見たことがあるし、嬉しかったですね。そしてキミヨさんは大切なパートナーですね。キミヨさん、キミヨさん、何か言ってください。キミヨさん。じゃあ本当にいろいろ手伝ってもらってありがたいね、キミヨさんに。私たちが知らない国に来てるからね、やっぱりお手伝いしないといけないというのがね。いろいろ手伝ってもらってありがとう。僕たちがこの店を買った時は本当にお客様がご年配の方しかいらっしゃらなかったんですけど、インスタとか VTuber とかを始めて、で若い方が今徐々に増えていく感じですね。少しずつ形にはなってきてるんじゃないかなって思います。そういった経験値をなんか秋月の他の店舗に新たに生かしてみようかなとか考えたりはすることがありますね。高齢者の方が経営されてる、もう人手が足りなくとか後継者がいないから閉めちゃうお店っていうのはやっぱすごいもったいないなと思ってて、そういうこともなんかチャレンジしてみたいなっていうふうに思います。前の職場の同僚とか先輩とかはやっぱものすごいびっくりしましたね。最近どんなプロジェクトしてるのって聞かれた時に、なんかくず餅練ってるとか言うと、なんかあっちはなんかどこどこの会社のシステムがあって展示を期待してるから、すごいびっくりされることが多かったです。今まで自分が関わるプロジェクトってエンドユーザーとは合わない仕事だったので、この仕事をするようになってお客様から直接なんか感謝の言葉、くず餅すごい美味しかったですとか言ってもらえるのはこんな嬉しいものなんだと思います。